さんから見て中田さんの魚ってどんな魚のによって違うと綺麗。僕が思ってるのは香りが強いのが特徴だと思ってます。しっかりと、血を抜いて一番いい状態で料理人のところまでしっかりと届ける。それをちゃんと料理してもらって、でそれでうまいって言ってもらったらそれでいいなと思ってる。中田さんってどんな方なんですか？地中の漁師って初めてですか？マジで魚の話しかしないですね。私にとってはマジで相性いいですね。魚と私のお寿司の。綺麗な処理のお魚となんか多分私に好きな似てるの。中田さんの付き合いも長いんですか？長い子。洗える時からだから。メイさんこれはもしや。料理人中田洋介さん。処理が綺麗なので、昨日めっちゃ綺麗ですし。そんなに綺麗な。確かに。見るたびなんかやっぱこの地域の子供たちに海の職業っていうものにやっぱ夢を持ってほしいんで、ずっと江戸時代から脈々と続いてきたからこそ僕らが漁師になれた。じゃあ次の世代が漁師になりたい子がいるんだったら、それまでにしっかり稼げるような職業であったり、いい職場環境であったり、そういうものを僕らってやっぱ残していかなきゃいけないんで、僕らが育った時代ってやっぱ 3K って言われて、すごくダメな産業だって言われてましたけど、僕はそんなこと思ってなくて、やっぱり親父であったりじいちゃんだったり、みんな漁師を誇りに思ってで夢持ってやってたんで、それで僕を育ててくれたんで、僕は心の底から漁師になりたいって思ってなったんで、それを次の世代になんとか夢を託していきます。江戸時代から続く伝統の定置網漁を守りながら、新たな漁業の在り方を切り開く注目の生産者がいる。石川県出身、代々続く漁師の家系に生まれた中田洋介氏。水産大学を卒業し、漁業網メーカーでの勤務を経て家業を継ぎ、約20名の漁師チームを率いて富山湾周辺の海へと漕ぎ出している。季節ごとに移りゆく魚たちと真摯に向き合うその姿勢は、都内の一流寿司職人や料理人たちからも高く評価され、直接取引を行うなど、その名は全国へ轟き始めている。近年は持ち前の熱量を武器に、能登の震災復興活動にも尽力し、単なる漁師の枠組みを超えて躍進を続けている。今回はそんな彼らが挑む定置網漁の現場を特別取材。さらにその日水揚げされたばかりの極上のブリをその日のうちに味わい尽くす至高の食体験をお届けします。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。お邪魔します。今午前0時を回ったところで日の出丸出港です。どんどんできると、どんどん一括りにしちゃいがちですけど、結構いろんな場所とか海もたくさん全然違うんですね。石川県の右側は内浦って言って、すず、能登町、七尾市とか穴水橋とかが内浦っていう富山湾に面しているところで、外浦っていうのは輪島とか、すずの方とか志賀町とか、そっち側と全く違うんで、右側は穏やかな海ですし、左側は荒い海ですし。日の出大式さんは、定置網でいつも2隻、2チームに分かれて魚を取りに行ってらっしゃる。2社あって、で2社を一緒に管理してるんで、それで2チームあるんですよ。日の出丸と七味丸。七味丸。7つの海で七味。おお、かっこいい。富山湾は年中いろんな魚が釣れ取れますね。僕らの地域で大体市場で出して流通するだけで100種類ぐらいあるんで、
北も南もどっちも入るとこなんで、ここ。はい。まあ、大体、冬で言うと、まあ、今12月、1月はブリ。はい。サワラ。で、アオリイカ。それが終わると2月くらいから次、マイワシになって、で、春になるとタイ、サワラ、マグロ、アジサワスカ。で、それが大体夏くらいまで続いて、給料期入って、で、秋口始まったらまた、サワラ、まあ、ブリの小さいの、で、まあ、アジ、サバって感じですかね。僕は中田さんのイメージ、もちろんなんかブリもあるんですけど、はい。メイドさんで結構イワシをいただいた記憶がすごいやっぱ印象に残ってて、結構イワシのイメージあります。そうだ、イワシは結構、量的には多いですね。魚が泳いでるとこだけで、なんかで表現してくれって言われたんですよ。はい。テレビで。はい。で、こう計算したら、東京ドーム2個分ぐらい。東京ドーム2個分。想像がつかない。魚習性生かした、まあ、迷路みたいな網になってて、はそこに勝手に魚が誘導されて入ってきてると出ちゃうんだって。狙って取ったりとか、かけて取ったりみたいなことはできないんですよ。思ったよりは海は穏やかですね。そこまで船揺れが激しい感じはしないです。日の出丸8号が来ました。あそこに魚群タッチに入ってて。はい。あれ洗濯機ぐらいの大きさなんですけど、はい。その機械の中に全部入ってて、魚群探知機と送信機とバッテリーが入ってる。でそれを電波飛ばして、クラウド上で見れるようになってそれを携帯とかで見てるんですよ。これはレーダーで、はい。まあ、他の船がいるとかいないとか、あ、そういうことなんだ。で今浮いてる浮きに反応して、これが定置網の形になってます。これは海の中。海の中を音波の跳ね返りで映像化されてて、ここが多く出てるのが網で、はい。ここが海底で、はい。で、これが GPS 上のプロッターで、石川県がはいはいはい。ここであって、で、ここが水深何メーターで海図が入ってて、はい。で、その中の、ここに網があるよっていう枠が決まってて、はい。その中に網が仕掛けてあって、で、今いるのはここで、はい。で綺麗にこう、枠が決まってるんですよね。はい定置網。これ船員の皆さんは今、網を上げる準備みたいな段階なんですか？網上げてます。上げてるんですか？はい。網上げてきて、ロープをどんどん上げてるんですよ。そこにロープがついてて、はで、全体に網上げて、で、次のロープがまた向こう側の底についてて、で、そのロープをどん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 上げていくと、網が小さくなって狭くなってきて、はいはい。そうすると魚がどんどん奥に逃げてる。最後、船で挟んで上げる。もう10年ぐらい締めやってますけど、はい。やっと少し認知されてきたんで、なんかみんな全然興味ない。全体的に。だから全然の、北陸全体的にやっぱ締め物とか、あんまり出てこないんですよ。どっちかというとやっぱり、新鮮な魚を、フレッシュに食べていくみたいな文化が強いんで。っていうかもう元々の文化が全くないし、後から入ってきても、やっぱりあんま受け入れないっていうか、逆に安くなったりとか、はい。そういうのも普通にある。中田さんさっきやってたのは、あれも新血目じゃないですよね。あれ血抜いてるだけ。血抜きですよ。年齢やっぱ少なくなる。でも資源保護、まあ、ノルウェーみたいにヨーロッパ方式でやればいいんじゃないかって。あれはやっぱ巻き網で数量管理しながら、まあ、必要な分だけ取ってしっかりと高い金額でやってるんですけど、まあ、業種めちゃくちゃ少ないです。日本ってめちゃくちゃ食文化とか何百種類あるじゃないですか。
で、それだけの郷土料理があって、食文化があって、だからみんな、その一方的にこういうのを守ればいいんじゃないかって思うんですけど。じゃあ、年間寿司屋で5種類とか10種類しか魚が並ばない食文化でやるんだったら可能ですよとかっていう話になってるんですよ。けどみんな一つの方向しか見ないで、なんか資源管理がどうとかなんとか、例えば今だったらマグロを増やそうっていうか資源管理してるんですけど、マグロめちゃくちゃ増えて、めっちゃ食ってるわけですよ。魚とかも。やっぱそんな簡単じゃないですよ。現在、午前2時です。出港してから約2時間が経ちました。約2時間が経った今、2回目の定置網の水揚げが行われようとしてまして、今その準備中です。ざっと見ると、おそらくブリは何匹かは網の中にいるんじゃないかという感じで、ブリっぽい魚は網の中で目視できたんですけども、果たして2回目の取れ高はどうでしょうか。楽しみです。すごいパワー。血抜きと、あと脳みそ、骨とトンで切るんで、脳みそと神経のとこ、普通に切る。血抜けるのと、あと暴れないんで、仕事力も伸びますし。自然の恵みの尊さをすごく感じてます。僕は何もしてないですけど、すごい今、いい気分です。中田さんの一日の流れってどんな感じなんですか？僕はまあこの夜中働いて、あとは、なんかあれば、来客とか、いろんなこととかして、まあ夕方すかね、家帰るんですけど、6時ぐらいですかね。寝るのは何時くらい？何時から何時まで9時から10時ですね。起きるのはまあ11時半ぐらい。2、3時間しか寝てないじゃないですか。その夜は全然寝る時間ないですね。昼寝とかじゃあるんですか？昼寝できればいいですけど、できなかったらもうそのままですね。体力がすごすぎる。でもやっぱ震災の絡みで、やっぱ向こうのこととかいろいろ、やっぱ今やることいっぱいあるんで、次は仕分け、大きさ分けて、で、出荷ですね。もう戻ってきた。早いな。拠点に戻ってきまして、ここから今日水揚げしたブリとかいろんな魚の仕分け作業をされるそうです。
ひみき。ちょっと尻尾の部分掴むのはやっぱその厚みがある方がいいっていうことなんですか？全然違うぞ。どっちが太いですか？こっち？太いと思う。こっち？だから尻尾で全然違うぞ。もちろん太い方がいいんですよね。太い方がもちろん。最悪よ。ネギ箱？万能ネギ。氷入れた4万5千円。いや、サワラも立派っすね。今まで見たサワラで一番でかい。頭いらんし、大概この頭のここの、はい。ここの身あるがいね。はい。ここの身、どうせ捨てるしって食べるよ。刺身にして。刺身食べれるんですか？めっちゃうまいよ。頭？うまい。朝ごはんは誰か担当がいらっしゃるんですか？メニュー考えたり。ねえ、2日に今度ぶりだよ。なんか油もありそうだけど食感もありそうですね。食感いいね。もうさっき取れたばっかりのサワラの、背中、お腹、そして超希少部位、脳天。最高の贅沢朝ごはんです。食感がもう全然違う。ブリブリ感がたまらないですね。脳天もいただきます。うまっ。最高の朝飯だよこれ。なんかこんな怒ってるサワラはまず初めて食べました。この時期のこの能登のサワラの身質の特徴とか味の特徴って何かあったりしますか？香りっすよね。香り。あと味綺麗じゃないですか。綺麗です。クリアですね。現在朝の6時半です。漁が始まってからあっという間の6時間半。漁から帰ってきて仕分けをして、そして特別な朝ごはんまでいただいて、すごく学びになる経験かなと思いました。この敷地全部酒蔵あったんですけど、それも倒壊して。で、ここ僕の加工場は無事だったんですけど。ここでやってるんだ。で、今ここに、コミュニティハウスって、みんなが、街中から仮設住宅で別の場所に移っちゃったんで、やっぱ街中に自分たちがもともといたとこにやっぱコミュニティを戻したいんで、日本財団さんのとこに応募したら受かったんで、今ここにコミュニティハウスっていうみんなが集まれる場所と、そこに、海鮮使ったラーメンをやろうと思って。13キロぐらいでしたっけ？これ、そうですね、12、3ぐらいじゃないですか。
金丸さんから見て中田さんはどんな方ですか？まだ面白い人ですね。気が合うというか。はい。僕もなんかそんな感じでやってるんで。相棒みたいな感じ。もともとの出会いのきっかけって何だったんですか？めぐみの山口大将がはい。なんか紹介してくれて合わせたいみたいな。あ一応多いとか言われるんですよ。でも向こうにもそう言ってて、あ。はい。で僕もそう言われてて、でなんか食事行ったりした時に結構いいと思してて。うわー、油がすごい。これカマ。トマス。いやー、やばい。めっちゃいい場所。基本はブリはやっぱ刺身がうまいっていう感じですか？まあそうですね。刺身かしゃぶしゃぶかって感じで、まあ生っぽく出した方がうまいですね。バネがありますもんね。あ跳ね返ってきますもんね、なんか。まあビヨーンって。すごいですよ。多分食感とか、多分今まで食べたことないような感じだったと思います。本当朝どれになります。まだ本当身が怒ってる状態です。身の弾力とかを楽しんでいただけたらなと思います。腹の上の部分と血合いの部分と腹の下の本当に大トロっていうバランス。その赤いのはブリのハツ、心臓。これもいいやつは本当当日なら本当すごく美味しい。最高の贅沢。そういうところ見てるからなおさらありがたい。口に吸い付いてきますよね。あ、そうそうそう。ブリッブリ。あおお、レバ刺しだ。味ありますね。味あります。はい、しっかりと。噛むとやっぱ油すごい出ますね。もうやっぱクリアだけど油の余韻がどんどん広がっていく。どれも最初すごいクリアで雑味が一切ない感じ。でも噛むと水洗いも見ていただいた通り、血やっぱ徹底して抜くのは、はい、その処理、血抜きプラスその処理して初めてなんで、でも時間後に勝負でもあるんですよ。このブリ刺しは間違いなく東京とかだとなかなか無理だと思います。100% 食べれないと思う。最高の食感、最高の香り。こちらも能登のブリなんですけど、こちらは寝かしたバージョンのブリカマですね。うわ、ブリの最高級ステーキです。これ皮目どうやったらこんなになるんですか？包丁で入ってるってことですか？包丁で入れます。金子に。はい。もう背中側です。はい。これはなんか無鮮度いい状態なんで、なんか、パリ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 してる。そう。はい。綺麗なちょっと酸っぱい感じがする。結構あっさり。そうですね。いやでも本当に今日お忙しい中いろいろ密着させていただいて、海とか自然の尊さを改めて感じたとともに、魚が上がってくる時の高揚感とか、皆さんがこう一気にそのモードが変わる感じとかを見てて、なんかただ単にお寿司屋さんで食べて美味しいもちろん素晴らしい体験なんですけど、その裏側を見ちゃってこうやっていろんな方の思いを聞いちゃうと、なおさら僕は発信者として届けたいし、やっぱ一回一回の尊さとか
まあ、職人も特にねこういうとこ来る方は多分もう思い入れが全然変わると思うんですよ、石川っていうとやっぱどうしても皆さん金沢ってイメージがあるんですけど、はいまあ能登もいろいろ多分復興もされてきてすごく自然豊かでご飯も美味しくてやっぱ素晴らしい場所だと思うんで、業界をもっと良くしたいっていうのが、まあ、根本にあるんで、はい、やっぱ石川県の魚もっと鮮度よく流通させたいですし、で僕らってやっぱり市場あっての漁師っていうのは、まあ、この先も根本は変わらないと思うんですよ。まあ、その中で何ができるかって言ったらどんどんやっぱり漁師も変わっていかなきゃいけないし、そういうふうにしてもっと業界をいい方向にも導いていきたいんで、市場も変えたい。だから市場にもそういうしっかりとしたものも出すし、でそれとは別にそこでは表現できないところのその流通のロスであったり、料理人に直接届けることでタイムロスであったり、いろんなものが省けるっていうところは自分でしましたけど、でも市場は市場で一番の根幹の部分なんで、そこもやっぱしっかりと変えていきたいんで、やっぱ市場にもっともっといいもの出したいし、自分たちが漁師になったってことは漁師に職業としてなる選択肢があったってことじゃないですか。これをこの先残していくためには、僕らは次の世代にこうバトンを渡していかなきゃいけないんで、だから業界をもっと良くしていかなきゃいけないし、会社をもっと強くしていかなきゃいけないし、より良い魚が届けられるように頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。